つまりここのお酒メニューもカティアの統一基準をもとに設定されてるってこと？そういった基準が存在するというだけだ。そんな蹴っ飛ばされた犬みたいな顔をするな。つまり規範のようなものなんだ。バーに入ったら最低限のサービスを受けられるようにする。バーは基本的な種類を提供しなければならない。ピザ屋に入っておいて店員に壊れた回路基板を修理させてはならないのと同じだ。でもニコライが前に言ってたよ。デリバリー中に捕まってテレビを修理させられたって。酔っ払ってデタラメを言ったんだろう。待った、その話私も聞いた気がする。それはともかく、基準というのは最低限という意味だ。それ以外に他のバーでよく見かけるカクテルを追加しても全然構わない。同じようにお客さんの好みに応じて特製のカクテルを作っても問題ないし、それを記憶しておいてもいい。その特製カクテルをメニューに加えるのは？そいつが科学的危害を与えないと保証できればいい。とにかく気楽にゆっくりやるんだ。現実のこの仕事は小説や漫画のようにロマンに満ちたものじゃない。けれどそれは上に行ってるんだ、ゴルカ。え？上で待ってて。声は出すな。私が呼ぶまで絶対に降りてこないようにな。わかった。歓迎しないと言ったはずだが。そうせかすなって。今回は酒代をきっちり生産するぜ。なら夜中まで飲みまくって他のお客さんに絡まないと約束しろ。そりゃそうだな。みんな顔見知りなんじゃねえのか。安心しろ。今夜はまだやることがある。少しばかり飲んだらすぐ出てく。あんたらの商売を邪魔したりしねえ。まずはアルコール 60% 以上の酒は頼まないでくれ。って血も涙もねえな。ならチェストンサンライズを作ってくれ。ああ、今週はマジでくたびれちまったぜ。俺の部下がいくつやらかしたか知ってるか？あったけえ部屋で報告を聞いてればよかったはずが、今は毎日後始末に追われてる。今年の冬はやけに寒いと思わねえか？いつもならそろそろ暖かくなってくる頃合いだ。何かおかしなことの前兆じゃねえだろうな。世界中が寒くなるなんて聞いたことがないぜ。おい、一言も返す気がねえのか？へえ、私の返事を待ってたのか。それは気がつかなかった。バーテンは全ての客に対応するべきじゃねえのか？私たちは良好な関係じゃないだろう。だから気分を壊さないように口数を少なめにするのがいいと思ってな。つまんねえバーテンだな。たとえ1年のほとんどをまともに過ごせなくたって悩みを話したくなることはある。そういうことは仲間に話せばいいだろう。私は空気の読めないバーテンダーなんだ。後で行くさ。それに俺の悩みの一部はあいつらに関係してるんだが、この月曜に俺の部下どもがルールを犯したやつを懲らしめに行ったんだが、簡単なことだと思うだろう。それがな、捕まらないわ、大騒ぎして危うく殺に見つかりそうになるわ、挙句の果てに何人かの仲間が負傷した。どうして興奮が重なるんだ。そうか、残念だったな。それだけか？他にどう返事しろと？私は法を守る真っ当な市民だ。君たちが活動する時間、私はほとんど寝ている。そりゃそうか。あんたはこの辺りの情報に通じている。人探しを手伝ってくれねえかと思ってな。どんなやつかを先に言え。女のガキで16歳から17歳ってとこだ。髪は褐色でボロっちい服を着ている。うちみたいな店は
基本的に未成年を入れない。別に客とは限らない。外で偶然見かけたり、そいつがインターンに応募したりするかもしれねえ。私の生活リズムは普通のカティア人とはずれているんだ。見ての通り一人でカウンターに立っているから、インターンなんか採用できないに決まっている。そりゃ不便だな。そうだ、人生とは思い通りにいかないものだ。こういうのはどうだ？もっといい方法がある。この酒はタダでいい。このお金と私が貸してる修理代で仲間にウォッカでも買ってやるんだな。来たのかどうかもわからない小娘のことを聞いて時間を無駄にするよりマシだろ。ついでにあいつらにこの辺をうろつかないよう言っておいてくれ。お客さんが驚くだろう。契約成立か？わかった。どうやら他の場所で運試しした方が良さそうだな。だが一昨日の新聞は見たか？そういう習慣はないんだ。何か大事件でも起こったとか？大したことじゃねえ。人が死んでちょうど知ってるやつだったってだけだ。死因は大型の鋭器による切り傷で一撃でやられたらしい。長年ボロトネイをうろついてるが、そんなでけえ刀を持ち歩いてるやつは見たことがねえ。なあ天使よ、この辺りは最近穏やかじゃねえ。この通りのやつらはお前が善人だって言ってるから用心しとけよ。俺らは確かにいい関係ってわけじゃねえ。だがボロトネイからこのバーがなくなったらみんな困るだろうよ。ゴルカ、上に行くぞ。店長、カウンターのところ見てなくてもいいの？一時不在の札を下げてきた。この時間はあまり人が来ない。少しの問題なら大した損失にはならない。私がこの店を借りようとした時、仲介業者がこう言ったんだ。ここは十分広くて家賃もちょうどいい。1階を店にして2階に住むという条件を満たせる家はなかなかないってな。唯一の問題は1階と2階の音が筒抜けだってことだ。最初は大した問題ではないと思った。ある日眠れなくて、ようやく眠れそうになった時にドンと音がするまでは、最初は前の住人が残していった爆発物がうちの床下で爆発したのかと思ったんだ。そしたら単に一晩中飲んだバカがうちの裏口にぶつかった音だった。その後人に頼んで防音を強化してもらった。もちろんお金を払ったところで状況はさほど変わらない。よく話そう。いいか？何か持ってこようか？甘いものが飲みたい。それで君は気の毒な家庭で途方に暮れていた少女ではないんだな。店長、いつから気づいてたの？君が私の知っている小説のヒロインと同じ名前とプロフィールを語り始めた時だ。今すぐ雪の中に埋まっちゃいたいよ。やめておけ。私も物語の主人公と自分を重ねたことがある。誰にでもそういう時期はある。もちろんそこは重要じゃない。知っているか？軍にいた頃、私は負けず嫌いだった。誰もが手を焼く奴らが列を作って腕相撲を挑んできたが、私に勝てた者はいない。その後、新しい上司がニコニコ笑いながら私をテーブルに押さえつけ、
しばらく力比べをした。君が昨日うっかりぶつかった時の力はあの時と同じくらいだった。それに君の手足にあるその模様、隠しているが気づかない方が難しい。おかしな聞き方かもしれないが、ゴルカ、君は一体何者なんだ？私は知らないと思う、店長。君が持っているそのドリンク、発売当時はシュガーインパクトを完璧に再現した味という触れ込みだった。試してみたが確かによく似ている。シュガー？何？君がこの店に来た時に私が作ったあれだ。今はありふれた平日の夜だ。街中で最も君を憎んでいる奴らのボスを私は送り出したばかりだ。私以外誰も聞いていない。ここには誰もいないからな。君がうまく話せなくても、あるいは他の理由でも、君を笑ったり傷つけたりする者はいない。だから甘いものでも飲んで、私たちが最初に出会った時のように最初からゆっくり話してくれないか。今回は小説からの引用はなしだ。私は本をそれほど読まないから、少し編集されたら判別できない。私は1週間以上前に雪原で目覚めたの。やっぱり小説みたいだ。その時は自分が誰なのか全然わかんなかった。自分がどうして雪の上に倒れてるのか、何をするべきかも。そしたら自分の体に紙が挟んであって読めることに気づいたの。そのメモにはこう書いてあった。私は逃亡中だって。その時の私は自分に何ができるのかちっとも分かんなかったから、メモに従って行動することにした。その紙を見てもいいか？それから私は自分のことを何も知らないけど、メモに書かれた他のことははっきりわかるって気づいたの。雪原は寒いということ、お腹が空いたら食べ物を探すということ、ここに書かれた探すべき街がどんなものなのかということ、そして過去の私について。きっと私が逃げ続けられるようにこれを書き残したんだよ。それから間もなく私はこの町を見つけた。片隅から町がどうやって成り立ってるか観察して、それからコンビニ強盗のチンピラから食べ物を奪ったの。どうやって奪ったんだ？気づかれないうちに背後から気絶させたよ。私は力が強いってことに気づいてたから。ここに君の手は刃物に変形すると書いてあるが、つまりいつでもできるってことか。店長は見たいの？私は少し離れた場所に立つから待っててくれ。また君も別の場所に立って。このソファーは君のベッドだ。壊して交換するのも面倒だ。じゃあやるよ。よし、見てるからな。くそ、アルコール茶にポリフェノールにハムスターめ。何それ？なんでもない、驚きを表す言葉だ。これでも多くのものを見てきたが、生きた人間の腕が目の前で体験に変わるなんてありえない。昔の SF アニメを好むドライバーのところでこんな形を見たと思うが。店長、SF アニメって何？
そこは重要ではないから気にしないでくれ。話を元に戻そう。この人物を覚えているか？私が気絶させた人だよ。あの日君がこいつを殴って食料品を奪った後、彼をどうしたんだ？普通の人が雪の上に倒れてたら危ないから、こないだまで泊まってた場所に連れてったよ。ボロボロのビルなんだけど、私は別の場所を見つけたからもう必要なかったの。今着てるコートもそいつから脱がせたんだよ。寒かったからね。変かな。最初何も身につけないで山を登ってた時は全然寒いと思わなかったの。でも街で暮らし始めて何日かすると、昨日より何度下がったかまで分かるようになった。単純に慣れたんだろう。初めて焼いた肉を食べるまで人類は生肉を食べることに慣れていた。ガーデンストリートの工事中ビルと新聞に書かれた事件発生地点が一致している。ゴルカ、このメモにかけて、あるいは君の大切な何かにかけて誓ってくれ。君は私は殺してない。なら私は君を信じる。店長？もともと君が何らかの理由であの連中に恨みを買っただけだと思っていた。その程度なら私がかくまってやれる。もっといい方法が見つかるまで君は安心してうちの店員でいるといい。だが実際それよりずっとまずいのは、君の手の模様を少し増やすだけで刀に改造できる者がいるということだ。こんな技術を持つ組織はカティア中で、それに君が殺していない以上他の殺人犯がいるということだ。セルゲイは大型の兵器と言っていたが、君の腕の刀は下手すると殺人犯は君を追っている誰かまたは何かだ。これは私だけで解決できる問題ではない。分かってるよ、店長。待て、慌てるな。まだ話の途中だ。かつて軍にいた頃の上司。彼女はアイギスの現役ドライバーで、今でも連絡を取ることができる。彼女は君の状況をアイギスに報告することができる。世界政府のようなものだ。力になってくれるだろう。本当にそんなにうまくいく？保証はできないが力を尽くす。いずれにせよアイギスは助けてくれる。私のようなバーの経営者よりはよほどな。それまではここにいるといい。順調にいけばあさってにでも来てくれるはずだ。それまでは交代で夜の番をしよう。大変かもしれないがほんの2日だ。君ができないなら私一人でも構わない。一番いいのは地元のアイギスオフィスに知らせることかもしれないな。店長。でも出張行政機関のような支部がまともな人員を手配できるとは限らない。それにリュウダが絡めば彼女を危険に巻き込みかねない。店長ってば。ああ、すまない。少し先走りすぎた。昔からの癖なんだが治らなくて。いいの、嫌なわけじゃないから。私はただありがとうって言いたくて。
やるべきことをやるだけだ。私はただできることがあるのに傍観者でいることが嫌なんだ。私、店長の言いたいことがわかるわけじゃない。でも、私の言いたいことは変わらないよ。この町に来て何日も経ってないけど、私にここまでしてくれる人は他にいない。だから、ありがとう、店長。ああ、気にすることはない。どうして私を信じてくれるの？君は自分すらわからないことを全部私に任せたいと思っているから。そして私が2階に上がってきた時、ちゃんとソファーに座っていて腕の中のおもちゃを私に向けたりしなかったから。それに君がこっそりあれだけの文章を書いてさっきの理屈を裏付けるだけの紙切れを生み出せるとは思わない。その上、私たちはもう何日も同じ部屋で寝起きしているが、私の頭はまだ胴体にくっついたままだ。君が殺人犯ではないと信じてはいけない理由があるか？その部分は私も感激したけど、その前のことだよ。あの人は店長に気をつけるように言った。そして私は多分ボロトネイで一番謎が多い怪しいやつなんだよ。どうして上に来て私と話をしようと思ったの？私が本当に行き詰まっててカモフラージュがうまい狂人だったらどうするの？私がわざと声を出さずに店長が上がってきた一瞬の隙をついて刃物を振るったら？ゴルカ、普通の人間は一生のうちに様々な人に出会う。たくさんの人たちにだ。中には友達になるような人もいれば、一目見ただけで関係を持つべきではないとわかるろくでなしもいる。そしてある種の人間は、具体的にどんな人間かはさておき、人生が進んでいくある時点において結果的に君を殺すことになる。そして第三者の致命的な点はいつでも彼らを見分けられる保証はないこと。たとえ君が世界一運命に愛されていてもだ。そして私は全人類を疑ったまま生きたくはない。好かれるからな。私は自分が信じたい人を信じることに慣れている。運が良ければ友達になってくれる。それなら私は何も失わない。運が悪ければある日突然背後から刺されるけれど、生きてさえいれば彼らの印象をひっくり返すだけの十分なチャンスがある。それにある日私が誰かにはっきりものを言ったことで死んだら、その後悔は死後の世界の自分に残すべきだ。その時の私には一足先に旅立った人と一緒に私がここに来る理由になったやつを罵るだけの時間がたっぷりあるはずだ。見ての通り私はまだ生きている。だから私のこの習慣は変わらない。店長がちょっと羨ましい。ならそのままでいるといい。私は君より無駄に長く生きているから、そのくらいでないとな。元上司に連絡してこよう。2日間は下に顔を出さないでくれ。たくさんの人が来るから顔を見られるような危険を冒す必要はない。本棚にある本は自由に読んでいい。2日はそう長くない。厚めの本を選ぶことをおすすめする。何かあったり話がしたいと思ったら私はずっと下にいるから。わかった。お客さんがクレームを入れるボリュームで店長を呼ぶよ。